どうもこっちです。6部アニメを完走したので、完走した感想を言いたいと思うんですが、最高すぎますね。もう最高どころじゃないですね。本当に良かった。自分はね、たびたび言うけど、6部を何度も何度も読んでるし、一番ね、歴代で好きなシリーズがね、6部なんだけど、マジでね、映像化で、ここまで入るかっていう感じだったね。常々ね、自分は6部大好きなんだけど、どうしてもね、説明描写が多かったりとかで、文字数がね、増えてて、結構読みづらくなっちゃったりとか、あと、スタンド能力自体もね、結構難解なものが多くて、なかなかね、やっぱとっつきづらい部ではあるなっていうところも正直ちょっとあったんだけど、映像化によってやっぱり情報量がすごく整理されていて、すごく良かったですね。もちろんね、整理っていうくくりで言うと、多少カットされたセリフももちろんあるんですよ。具体的なところは、なるべく避けるんですけど、例えばね、俳優の名前の固有名詞がね、漫画原作で出てたところがカットされてたりとか、あとは尺の都合でちょっとカットされたんだろうなっていうセリフもね、すごくあったんだけど、それが逆にテンポの良さに繋がってた。ストーンオーシャンのアニメはペース配分が最高だったと思う。必要なセリフはちゃんと入ってて。もちろんね、ちゃんと説明が必要だなっていうところ。ていうか結構難解だなって漫画で読んでても思ったところが、すごくそこはね、時間が割かれていて良かったなと思います。例えばこの面会人その2ですね。この面会人その2ってエピソードは、漫画でよく、脱落者が多いと言われる、ホワイトスネーク会ですね。結構ね、ここはやっぱり漫画で読んでても、自分は1回目で理解できなくて、何回も読んで、面白さがやっと分かったところだったんで、アニメ版の説明が、これはこうだから現実と辻褄が合わないっていうのをすごくね、丁寧に時間割いて説明してたなと思います。それに加えても演出だよね。その盛り上げるところの演出。BGM の使い方が本当にいいね。で、単発回がね、結構あるんだよね。単発回自分大好きなんですよ。サイドの敵キャラに前後編使うペース配分とかってそんなにちょっとやっぱ漫画の方が自分のテンポで読めるなってことでね、あんまり正直なところ好きじゃなかったんだけど、6部はね、1話完結の話がすごくあったね。この現段階の12話までなんだけど、自分はすごくいいなって思ったのが、6話だね。6話のエルメイスのシール。サンダーマックイーンってキャラクターのかわいそうなやつなんだけど、やっぱりこいつやばいなって。ちゃんとね、そこが描かれつつも、1話でね、テンポよく収まってて、もちろんね、グエス会もすごく、スタンドの初お披露目会としては、結構ね、スタンドが半透明で、うんぬんとかさ、そういう表現とかもすごい丁寧に書かれてて、で、それがやっぱね、テンポよくまとまってたのが良かったなって思います。で、もちろん、取り立てにマリリン・マンソンの回もね、全体的なテンポの良さっていうのがすごく良かったね。こっからちょっとネタバレだから、シークバーでね、ちょっとチャプターのとこ見てもらって、ネタバレが嫌な人はネタバレ注意っていうチャプターを作っとくので、そこは飛ばしてみてください。自分が面白いなと思ったのが、取り立てにマリリン・マンソンの回、俗に言うキャッチボール回だね。キャッチボール回のオチが、原作とすごく変わっていて、違った印象を受けたね。原作だとね、野球のルールだと空中で分解したボールを取ってもセーフになるよっていう理論で時間を手に入れて、で、残り時間10秒でボコボコにするんだけど、アニメ版はね、キャッチボールをやる相手を指定してないっていうところをつくんですよね。で、その改変は結構面白いなと思って、最後のね、選球だって言って、ミラションと選球キャッチボールしたから OK だからクリアみたいなね、そういう繋げ方をしたんだなっていうのが見れて、すごく面白かったです。やっぱりね、自分原作大好きなので、原作のジョリーンの勝ち方は、力技で勝つみたいな。ルールをねじ曲げて勝つ。みたいな感じで、アニメ版はね、ちょっとトンチが効いた。言っちゃえば、なんていうのかな、ジョセフ的な勝ち方を感じたかな。漫画版だと、ジョータロの娘だから、やっぱジョータロ的な、ジョータロ結構ゴリ押しで勝つこと多いじゃないですか。ハイプリンステス戦とかさ、漫画版とは違ったオチなんだけど、違った印象を受けるし、両方筋が通ってて、すごく、そこはなかなかね、面白いなと思ったね。で、あとは、そうだな。やっぱりね、自分この12話の中で最高だなって思ったのが、常々言ってるやつね。ラングラングラー戦はアニメ映えするって口癖のように自分言ってるんですけど、マジで最高だったね。10話、11話のラングラングラー戦が本当に良くて、決着がね、マジで真空状態解除のところが本当に良かったね。そもそも10話のウェザーリポートの初お披露目のところが本当にかっこよかった。漫画にはできない表現だよね。やっぱピアノの音っていうのはね。で、結構ね、そうだね。CG をね、結構使ってた印象を受けたんだけど、
その CG も、例えば、スタンドにはさ、結構 CG って今までも使ってたじゃん。ナランチャのエアロスミスとかもそうだけど。で、ラングラングラーはね、やっぱりその、無重力空間って動き回るから、CG のヌルヌルっとした動きが結構ね、マッチしてたと思う。まあ、その、総括すると、テンポがすごく良かった。捨て替えがない。本当に。グエス戦とかで2話とか使ってたら多分結構だれてたと思う。だからこのペースは本当にいいと思う。で、もう、早いよね。もう第5話で泣けるもんな。これ見てると全部最高だったからな。結構あった。笑いどころがすごくあるのが良かった。あと、6部ってアニオリとかで明るくすんのかなってちょっと思ってたんだけど、全然そんなことなかったね。あ、いい意味でね。原作通りだった。要素はね。シュールギャグなところがすごいあったね。14歳の頃のジョリーンがさ、車パクっちゃって、で、パパ迎えに来てくれないかなみたいなね、ちょっと待ちながら見てたら、なんか、星型のね、ジャケット着た人が近づいてきて、あ、パパだと思ったら、なんかよくわかんないおっさんだったみたいなシーン、漫画にもあったんだけど、アニメで見るとめちゃくちゃ笑っちゃった、そこ。誰だよっていうね。で、あと、まあ、6話はすごいよね、やっぱ。6話のパンティのくだりはテンポ良くてよかったね。あと、なんかね、6人いるのとこの、なんかワニのさ、うんこをさ、エルメイスに当てさせようとする意地悪監修いたじゃん。なんか、そのシーン結構ね、飛ばされるかなってちょっと思ってたんだけど、アニメ版はね、すごい面白かった。ジョリーンがストーンフリーを使った瞬間に BGM 流れるからさ、ワニのうんこのために BGM 流れたみたいですごい面白かった。だからアニメ版ですげえ面白いなと思ったのはそこ。笑えるなって意味でね。で、まあそうだね、アニメの本放送もどんなところが作画とかね、変わってる可能性がなくもないから、まあそこもね、ちょっと楽しみにしながら期待したいなと思います。めちゃくちゃ良かったです。本当に最高のアニメ化ですね。はい、というわけで、ゴッチでした。バイバイ。